こんにちは。メディテーションひろしです。よろしくお願いいたします。誰でも生きていれば挫折とか絶望って経験すると思うんですが、今回は私の体験から挫折とか絶望を乗り越えると意識の覚醒が起きるというところのお話をしたいと思います。そしてそういった経験をするとどういった状態になるのか、あとその原理についてもお話ししたいと思います。まず今回お話しします覚醒についての定義ですが、覚醒にもいろんなレベルがあります。今回お話しします覚醒のレベルは、意識と視野が広がって今まで気づかなかった現実が見えてくる。そのことにより住む現実が以前よりも広がって、自分にかけていた制限が外れて自由を感じるということにさせていただきます。意識と視野の広がる大きさについてはケースバイケースですので、本人が気づきにくい場合ももちろんあります。以前は私も何もやってもうまくいかずに挫折と絶望を繰り返していました。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、挫折は大変辛いです。自分だけが世間から置いていかれているような気持ちにもなりますし、自信もなくなります。で、ストレスも当然強く感じるし、すがるものが何もないっていう気持ちにもなります。自分はもうダメだって思うこともあります。プライドも大変傷つきますし、敗北感も感じます。で、将来への希望が全く持つことができないという絶望感も感じることもありますし、あと体に力が入らなくなり動けなくなるということもありました。挫折した時は耐えるしかないので、私が挫折した時はただただ耐えてました。そして時間が経てば経つほど心は回復していき、その自分の置かれた状況を許せるようになっていきました。つまり、許せるということは以前よりも現実に対する許容範囲が広がったということですね。許容範囲が広がることで以前よりも自由な感覚で生活できるようになり、当然視野とか意識も広がりました。挫折や絶望という体験を乗り越えることで、以前よりも視野とか、意識が広がるという意味での覚醒をしたということに気づきました。挫折するまでは自分の理想にこだわっていました。コンプレックスが強くあって、自分には何もないから成功しないとダメだと思って生きてきました。成功すればその先の未来に明るく楽しい人生があるはずなので、もう成功するしかないと思ってました。今から思うと、他にも楽しいことや自由な生き方はたくさんあるのに、その時は視野が狭くなって全く見えていませんでした。挫折をしたことによって、今までの狭い見方や狭い現実が崩れていって、そして、今まで見えなかったものを見たり感じることができるようになりました。そしていろんな自分を許せるようになっていったんだと思います。視野が広がることで今まで気づかなかったことに気づけるようになって、悩みなども徐々に解決していきました。それまでよりもリラックスして生活できるようになって豊かさも増していきました。自分を認めることができるようになって、あまり腹も立たなくなって、他の人に対しても許せるようになっていきました。そして今では瞑想を取り入れることで、さらに意識と視野を広げていってます。意識が広がれば広がるほどいろんなとらわれから自分を解放でき、いろんな常識や社会観念とか、あと時空間を超えた視点を持つことができるようになり、さらに自由な感覚の中で生活しています。ちなみに挫折をしたりすると、どうしても敗北感ですとかストレスとか不安感のエネルギーが体の中に溜まっていきますので、私は瞑想で体からマイナスのエネルギーを抜いて溜めないようにしていっています。最後にまとめです。挫折と絶望というのは辛いですが、乗り越えると以前よりも許容範囲が広がります。視野が広がります。見えなかった現実が見えるようになります。そのことにより悩みも解決しやすくなります。自分を許せるようになります。こだわりから解放されて自由な感覚になります。以上が私が挫折することで気づいたことです。皆さんの少しでも参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。